皆様、こんにちは。シスコシステムズの中村です。本日は15分でわかる FTD 内部の ASA や FXOS の概要とその歩き方についてご紹介させていただきます。かゆいところに手が届く FTD の使いこなしテクニックです。FTD の中級者から上級者の方向けを想定しております。FTD の内部構造について簡単にご紹介させていただきます。FTD 内部には実績豊富な ASA と FXOS が動作しています。FTD が設定や状態を管理しておりますので、この ASA や FXOS については運用時は特に注意していただく必要はございません。ただ、ASA や FXOS は閲覧モードで小コマンドの実行が可能です。コマンドラインで設定状況の確認とか、トラブルシューティングを行いたいときに、この ASA や FXOS の概要や触り方を知っているとですね、大きな差がついてきます。この ASA と FXOS について、今回より詳しくご紹介させていただきます。FTD の設定時の動作例のご紹介をさせていただきます。FTD でレイヤー3からレイヤー4周りの設定時は ASA エンジンに自動で設定がされます。例えば、レイヤー 4ACL、NAT、リモートアクセス VPN、冗長構成といったですね、設定は ASA エンジンにプッシュされて処理されることになります。また、FTD でハードウェア関連の設定時は FXOS に自動で設定が行われます。インターフェースや VLAN、スピード、デュープレックスやモジュール関連といったですね、設定が FXOS で管理や実行されることになります。なお、なぜレイヤー3からレイヤー4の設定をすると ASA エンジンに設定が行われるのか理解するために、簡単に FTD のパケット処理フローについてご紹介させてください。まず、FTD がパケットを受け取りますと、こちらの下の段の ASA エンジンによるレイヤー3から4までの高速処理が行われます。NAT やレイヤー 4ACL、アプリケーションレイヤーゲートウェイ、VPN、ダイナミックルーティングや、冗長関係の設定もですね、ASA エンジンで行われる設定です。そのパケットの中で、スノートによるレイヤー7のコード処理、例えばセキュリティインテリジェンスや SSL デクリプション、アプリケーション制御や URL フィルタリング、アンチマルウェア、IPS などが必要な場合については、ASA エンジンからスノート側にパケット処理が受け渡されて、より高度な処理が行われることになります。FTD はこの ASA エンジンやスノートの設定っていうのは一元して行うことができます。ですので、レイヤー3からレイヤー4の設定、処理に関しては ASA エンジンにプッシュされて ASA 側で処理されることになります。では、デモについて見ていこうと思います。FTD からレイヤー4の ACL 設定がされている状態や NAT 設定がされている状態、インターフェース設定がされている状態で、どのように ASA エンジンや FXOS で設定がされているのか確認方法をデモでご紹介させていただきます。まず FTD の GUI 側でどのような設定がされているのか見ていこうと思います。レイヤー 4ACL の設定はプレフィルターから可能です。プレシーズのプレフィルターからアクセスします。プレフィルターは ASA エンジンにレイヤー 4ACL を直接設定することができます。プレフィルターの利用は任意なのですが、処理が非常に高速ですので、素早く通信を許可したい場合とか、拒否したい場合にプレフィルターは有効です。例えば、コジャン例の場合はですね、192.168.0.99 からですね、すべての宛先宛ての通信がブロックされるようなですね、ASA ベースの設定となります。次に NAT の設定を見てみます。デバイスの NAT から確認することができます。例えば、この設定例の場合ですと、ダイナミック、つまりパッドですね。で、インサイドからや DMZ からのアウトサイド宛ての通信がパッドされる設定がされていることを確認することができます。そして最後にインターフェースの設定を見てみようと思います。デバイスのデバイスマネジメントのデバイスをクリックしていただいてからインターフェース図
で確認することができます。例えば、この設定例の場合ですと、イーサーネットの1スラ2から1スラ4までが VLAN1 が割り当てられていること。イーサーネットの1スラ5から7までは VLAN2 が割り当てられているというですね、設定を確認することができます。次に GUI の設定が ASA や FXOS にどのように設定されているのか、コマンドラインで見てみようと思います。当画面は FTD に SSH でアクセスしている状態です。まず、小バージョンシステムというですね、コマンドを打つことによって稼働しているソフトウェアやハードウェア情報を確認することができます。この例の場合ですと、FirePath Threat Defense FTD のバージョン 7.2.0 が稼働していることを、Adaptive Security Appliance Software、つまり ASA ですね、の 9.18.1.1 のバージョンが稼働していることを、および SSP オペレーティングシステム、つまり FXOS です。2.12.0.31 のバージョンが稼働していることをそれぞれ確認することができます。また、こちらのファイル名からもですね、FXOS の 2.12.0.31 のバージョンが稼働していることを確認できます。また、FTD のですね、アップタイムは10日ぐらいということもですね、見ることができます。次に ASA エンジン、略称 Lina と言います。にアクセスしてみようと思います。ASA エンジンのアクセス方法は FTD のコマンドラインからシステムサポートダイアグノスティックコマンドラインを実行することによって、まずユーザーモードに入りますので、ここで Enable を打っていただいてから、カラーエンターをしていただきますと、特権モードに入ることができます。全く ASA とですね、同じコマンドライン使うことができますので、例えばですね、ターページ10を打ってから、小ランを実行していただきますと、ASA、慣れてる方でしたら、もう見慣れたですね、コマンドライン、ASA ベースのコマンドライン、白く確認することができます。例えばこの例の場合ですと、VLAN1 と VLAN2 にそれぞれ NameIf や IP アドレスが設定されている状態です。および ASA エンジンの管理インターフェースはですね、Diagnostic というですね、NameIf で設定されています。また、ページをめくっておきますと、こちらの例のところでですね、設定された Layer 4 ACL の設定、192.168.0.99 からアウトサイドの Any 宛ての通信というのがですね、依頼されるというですね、設定、確認することができます。また、こちらの ASA ですと、例えば、こちらはですね、パッドの、設定の部分ですかね。インサイドと DMZ からアウトサイド宛てのダイナミックインターフェース設定が有効になっております。および、このですね、FTD の場合ですと、こちらの例のようにですね、AnyConnect の集団設定もされていることが確認できます。また、ASA のコマンドライン、そのまま使うことができますので、小アクセスリストを、打っていただくことによってもですね、Layer 4 ACL の設定状況、確認することができます。また、NAT に関してはですね、小 NAT ディテールというですね、コマンドが、確認するときは非常に便利なのですが、この ASA のコマンドラインも FTD で、そのまま使うことができます。このですね、最初のマニュアル NAT のところはですね、システムで自動で設定されている NAT の部分なのですが、こちらですね、AutoNAT Policies のところを見ていただければ、インサイドと DMZ からアウトサイド宛ての通信がですね、ダイナミックのインターフェースでパッドされること。および、トランスレートヒッツを見ていただければですね、それがどれぐらい使われているかというところを確認することができます。また、ASA でですね、NAT や ACL の設定をよくされている方でしたら、パケットトレーサーというですね、ユーティリティ使っていた方も多いんではないでしょうか。ASA エンジンでもパケットトレーサー使うことができます。例えば、この例ですかね。パケットトレーサーのインサイド TCP192.168.0.1 の送信元から 8.8.8.8 宛ての TCP443 の通信というところのですね、発生した場合にどのような処理がされるのかというところをですね、このパケットトレーサーで見ることができます。実行いたしますと、
こちらの例のようにですね、アクセスリストでは許可されていることおよびNAT ではですね、送信元が 192.168.0.1 から 172.16.81.153 にパッド変換されることを、そして最終的にはですね、アクションが RO で許可されるだろうということをですね、パケットトレーサーユーティリティで確認することができます。また、先ほどのですね、レイヤー 4ACL でブロックされている送信元のパケットトレーサーを実行した場合はですね、192.168.0.99 からのパケットトレーサー実行しますと、こちらの例のようにですね、アクセスリストのところでですね、ドロップ、インターフェースのインサイドのホストの 192.168.0.99 からに宛ての通信がですね、ブロックのアクセスリストにマッチしてドロップしている結果、アクションがドロップでですね、結果を確認することができます。また、ASNG ではですね、ピングも可能になりますので、例えば、ピング 8.8.8.8 も実行することができます。ただ、AS エンジンは閲覧専用のモードとなりますので、コンフィギュレーションターミナルには、アクセスすることはできません。以上が AS エンジンの触り方、歩き方となります。次に FXOS のアクセスと設定確認をしてみようと思います。FXOS はハードウェアやインターフェースを管理している堅牢な OS です。まず AS エンジンをですね、EXIT で抜けていただいてから FTD のコマンドラインから ConnectFX コマンドを実行することによってアクセスできます。すいません。EXIT を2回押さないとですね。はい。で、ConnectFX です。はい。これで、FXOS のコマンドラインにアクセスできている状態です。FXOS は UCS に似たコマンドラインを実行できまして、インターフェースの関連の設定は Scope ESAP リンクという中に格納されています。スコープハテナを打っていただきますと、いろんな設定が見れるのですが、今回は ESAP リンクをアクセスしてみます。この状態でですね、小コンフィギュレーションというのをですね、打っていただきますと、アップリンクのですね、設定を確認することができます。VLAN1 のですね、設定が、インターフェースの1スラ2と1スラ3と1スラ4に、VLAN2 の設定はですね、インターフェースの1スラ5、1スラ6、1スラ7にですね、それぞれ割り当てられているといったですね、ハードウェア関連の設定を FXOS で確認することができます。この画面例のようにですね、ハードウェア寄りの設定は FTD 側で設定いたしますと、FXOS 側にですね、自動でプッシュされて、設定が反映されることになります。お客様がですね、運用しているときは、この FXOS がどんな設定になっているのか、どう変更されるのかというところはですね、特に気にする必要はございません。またですね、FXOS の管理コマンドは、Connect Local Management で、実行することが可能です。アクセスしてからですね、ハテナを打っていただければ、どんな管理コマンドが打てるかどうか確認することができます。例えば、ピングコマンドですね。こちら、実行することができます。また、コピー系のコマンドとか、あとはですね、ShowTechFPR-Detail というですね、コマンドを打っていただければですね、タッグが解析で使うトラブルシューティング用のファイルの積み合わせも取ることができます。最後、まとめです。FTD 内には実績豊富な ASA と FXOS が動作しています。閲覧専用です。ASA や FXOS の設定や状態は FTD が管理しておりますので、通常の運用では特に気にする必要はございません。しかし、コマンドラインでの設定確認とか、高度なトラブルシューティングを行いたいときに、この ASA や FXOS の概要や触り方をですね、把握しておきますと、こういったですね、対応に大きな差がつきます。より高度な FTD の運用を目指している場合については、ぜひ ASA や FXOS を触ってみること、トライしていただければなと思います。ご視聴ありがとうございました。今後も役立つコンテンツを継続投稿していきますので、
ぜひ高評価やチャンネル登録していただけますと幸いです。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。